はい、では、皆さんこんにちは。庭園デザイナーの宇賀谷ゆりと申します。私はですね、庭の、デザインの仕事と、あとは庭園のね、見方や、その魅力について、お話しするツアーや庭園講座をしております。で、また、そういうね、見方について、書いた本、庭園本などを、出して、で、皆さんがお庭行くときにね、その背景や、歴史、また作った人のね、思いなんかがわかるような、そういうね、本を書いたりしております。今回は、前は日本庭園、ね、魅力だったんですが、今回はね、イングリッシュガーデンの魅力というところでお話しさせていただくんです。で、私今はね、日本庭園の仕事の方がやっぱ多くて、日本人の方に日本庭園の話をすることが多いんです。で、本も全部日本庭園についての本になるんですが、カナダの園芸学校に、3年間行きまして、で、またイギリスの方のお庭でも3ヶ月間、インターンシップをしてるんですね。で、どっちかというと最初は西洋庭園の方を先勉強してたんです。で、その西洋庭園の魅力とか、そういうものが最初はやっぱり私も好きでして、で、いろんなね、お花が植えたり、植物を植えたりっていう、そういうところから、庭に入って勉強しました。実はそっちが先でして、で、京都に戻ってきてから、やはり自分のね、地元である京都の庭園から自分のルーツである日本人である、その日本庭園っていうのを勉強していったので、今ではね、日本庭園の魅力っていうのが、の仕事が多いんですが、もともとね、イングリッシュガーデンが大好きだったりします。なので今日はね、ちょっとそういうイギリス人にとってのガーデンというものがどういうものなのかとか、イギリス人の美意識とか自然観とか、そういうことをね、お話ししていきたいと思っています。ではですね、まずイングリッシュガーデンというものなんですが、それは意外とまだ新しくてですね、20世紀に入ってから、イギリス国内でもっと地元の植物を使った自然に馴染んだね、庭を作ろうという運動が起こるんです。で、そこからできてきたものでして、で、それまではどういうものだったかというと、庭ってやっぱりその時代の流行りがあるので、イタリアの文化が流行った、ルネッサンスの文化が流行った時はみんなイタリア庭園にしてますし、次はフランスの文化が流行るとみんなフランス庭園、ベルサイユのね、宮殿にある、綺麗に成形したデザイン、パターンがあるようなお庭にしたりするんです。で、それが次イギリスになると、イギリス人っていうのは面白くて、フランス文化の逆を行くんですね。で、こういう成形のね、線対称のきっちりしたお庭っていうのは、これ自然じゃないんじゃないって今度ね、イギリス人は言い出すんですよね。それで18世紀とかになっていくと、だんだんそういう直線のフランス庭園みたいなのを否定しまして、で、もっと曲線を大事にした自然の風景の庭を作ろうという運動が起こるんです。で、まずやったのが自然式風景庭園と言いまして、もう全く見た目自然な、広い土地に川が流れて、道も、湾曲してみたいな、そういう庭を作るんです。それをわざと作るんですよね。だから見た目にはすごく自然だけど、実は作り込んでるみたいな。なんかね、あんま面白くないんですよ。見た目。単調というか。でもそうやって、運動を起こし、そしてそれが次、だんだん、もっとじゃあ、自然の植物を取り込んで、お花が咲いて、四季、特に夏ですね。短い夏を楽しむような、お花の溢れた庭にしましょうっていう風になっていきます。
で、やっぱりイギリスはね、冬が長くて、雨も降ってどんよりすることが多いので、こう、夏っていうのはね、もうやっと来たっていうイギリス人たちにとって喜びの季節なんです。で、その季節になったらなるべくみんな外に出て日光浴をしたい。で、その時に綺麗なお花がどんどん咲く景色を見て、ご飯食べたりお茶飲んだりしたい。で、そうやってできていくのが、今でいう私たちのイングリッシュガーデンなんですね。なので、こういうお花がね、たくさん咲くっていうのは、イギリス人にとっては、夏の喜び、植物たちが花開く季節への喜びっていうのを表しています。で、明るく楽しいのが多いっていうのは、そういうところもあるんですよね。で、エリザベス一世っていうね、人は16世紀の女王なんですが、この人がね、イギリスの郊外の庭を美しくした一端を担っているとも言われてまして、なぜかというと、その時、まだ、王族よりも貴族の方が力が強かったんです。で、エリザベス一世っていうのは、もっと王権を強くしたいというので、やった政策がありまして、エリザベス一世がその100人ぐらいの家来を連れて、いろんな領主のね、家を泊まり歩くんですよ。で、そうすると、そこの領主っていうのは、おもてなししなければいけないので、建物もきれいにしないといけないし、庭もきれいにしないといけない。で、そうやってお金を使うんですよね。で、100人ぐらい家来連れて、もうずーっと滞在したりされると、食費とかもかかる。で、そういうことでどんどんお金を使わす。日本の参勤交代の逆みたいなことをするんです。で、時々行くよ、行くよって言って、貴族たちがわーっと綺麗にしているのに行かないとか、あとは行って1ヶ月ぐらいずっといるとか、そういうのをやっていく。で、そうやって貴族にお金を使わして力を削いでいく。で、結果そうすると、地方のね、お庭っていうのが綺麗になっていくんですね。だから、イギリスっていうのは産業革命とかもあったので、ロンドンっていうのはね、やっぱり人口密集して、非常に空気も汚れて、で、貴族であってもそんな広い、土地っていうのはロンドンの中には作れなかったんですよ。だから貴族は普段仕事するときは、やはり狭い家に住み、マンションみたいなところに住んで、で、お休みの時に自分の郊外の別荘に行って、そこで自然を満喫して、で、また帰ってくるっていうことをやるんですね。なので、夏の喜びというもの、プラス、そういう産業革命とかで汚れた空気のロンドンを離れて、喧騒を離れて楽しむね、リラックス、場所。あと、エンターテインメントの場所でもあったんですね。だからお客さんとかを、呼んで、で、そこでみんなで楽しくパーティーしたりとか、そういうことをするという場でもありました。今でもね、イギリスの庭を、イングリッシュガーデンを見ようと思ったらね、ロンドンから1時間とか2時間車で行った郊外にたくさんあるんです。それはそういうね、理由があるからなんですね。イギリス人にとっての、美意識とか、あと自然観なんですが、やはりイギリスは冬が長く寒い。で、短い夏をなるべく謳歌したいっていう、そういう思いがとても強いので、それがね、庭に非常に反映されます。で、日本では使わないような色彩ですよね。黄色とかオレンジ、紫、青みたいなね。そういうのが、非常にふんだんに使われる。で、やっぱり色彩豊かにして華やかにしたいっていう、そういうのはね、イギリス人の中の美意識だったりします。だからイギリスのね、ガーデナーっていうのは植物のことをものすごくよく知ってないとダメなんですよ。で、ガーデンデザイナーも植物を知らないとできないというところがあって、ガーデナーも国家資格だったりとかするんですが、一個一個の資格上がるたびにものすごい試験とかがあって、覚えるものの量が多いんですね。その中に植物の知識っていうのがすごくあって、っていうのは、
6月ぐらいからやっと暖かくなって、9月、10月ぐらいまであるんです。その間に次々とこう植物を咲かせないとダメなんですね。だから、そのいろんな時期に咲くもの。で、どんだけの背丈になるかとか、どんだけのボリュームになるかとか、そういうのね、全部知らないと、こう、そこの夏にずーっと何かしらのお花が咲き続ける庭っていうのが作れないんです。なので、イギリス人の、ガーデナーとかデザイナーっていうのはね、植物のものすごくよく知ってて、どっちかというとちょっとね、オタクだったりするんですよね。だからヘッドガーデナーの人とかは、そういうこう緻密な計算をして、どのお花を入れて、どの植物して、どんな竹になって、みたいな全部の要素を考えて、デザインするので、理数系な人が多いです。だからこう、面白いなぁと思うのは、緻密に計算して、それが成功して嬉しいみたいな、そういう感じのね、ガーデナーすごく多いですよ。だから男の人とかね、多いっていうのもすごくね、納得だったりします。割とね、理数系なんですよね、イングリッシュガーデンは。美意識っていうのは、やはりこう、庭は外に出て楽しむものなので、やはりこう、建物っていうものがあって、そこにこう付随する庭なんですよね。なんかこう外から見てお客さんとかが来た時にも、どういうバランスでデザインされてるかっていうのがすごく大事なので、外観を気にします。で、お客さんね、呼んで外でなんかパーティーとかすることも多いので、割とね、外から見てどうか。だからこう建物に対してね、その横にどんな木が植わってるかとか、その前にどんな植物が植わってて、どういうこう、バランスになってるかっていうのがすごく大事です。だからこれね、日本とかでイングリッシュガーデンみたいなの作りたいっておっしゃる方は、どうしてもお花がいっぱい溢れてる庭がいいってなるんですが、実はね、こう、トータルのバランスっていうのがすごく大事だったりするのがイングリッシュガーデンです。ではね、こう、暮らしとの、関わりなんですが、ちょっとね、こう、先ほどもお話ししたんですが、その庭のインターンシップをする前に、イギリスに語学留学で、半年ほどいた時期もあるんですね。で、その時まだお庭とか全然こう、興味なかったんですが、ホームステイしたお家に素敵なお庭があって、で、すごくそのお庭をね、大事にしてはったんです。で、表から見えるところは、もう綺麗にはしてはったんですが、その奥のプライベートの庭っていうのもまたさらに美しくて、で、みんなでね、もう夏になると、いっつもそこに、椅子とか出して、寝転がってるんですよね。でも一生懸命こう日焼けしたり、あったかさを感じたいみたいな。なるべく、なんかこう暮らしの中で、外に出ていくみたいな、そういう感じなんです。で、プラスこう、ガーデン、イベントみたいなのもたくさんあって、お庭のこう、コンテストみたいなね、いろんなデザイナーがやったこう、ガーデンショーっていうものがあったりするんです。有名なのはね、チェルシーフラワーガーデンショーとか、日本人の人でもね、何度も優勝しておられる石原さんというデザイナーがおってやったり。私もね、その語学留学の間に、そういうガーデンショーたくさん行ったんですね。それぐらいもうイギリスではいろんなとこでやってて、で、こう、見に行くとね、やっぱりすごいエンターテインメントの世界なんですよ。で、庭のデザインっていうのがわかるだけじゃなくって、その都市の、売れ筋商品、どんな植物が新しく品種改良されて出てきたかっていうのもお披露目されますし、で、それをどういうふうに使ったらいいかっていうのも、こうね、事例として植えてわかりますし、あと園芸用品っていうのもね、そこにいっぱい売ってるんですよ。なんかこう、エクステリアとかの商品もね、たくさん売ってて、で、イギリス人たちはそういうところ行って、自分たちのお庭をどうするかっていうね、こう、計画を立てるんです。
だから割とね、ガーデンショーっていうのは5月、6月、7月に行われることが多くって、それってこうみんなね、自分のアイディアをこう持ってって、で、新しく品種改良された珍しい植物を買ってって植えたりとかするんですね。すごくイギリス人の中では庭園文化っていうのが身近にありまして、で、日本とすごく違うなぁと思ったのは、日曜夜8時台の BBC、だから日本でいう NHK ですよね。そういう8時台の夜の黄金タイムに演芸番組やってるんですよ。なんかこう日本やったら大河ドラマやってる感じの時間帯にずーっと演芸番組なんですよね。そういうのって日本ではありえなくて、昼間とかテレビつけててもずーっと演芸番組をやってたりするんです。それだけね、イギリス人にとって庭園というものが大事っていうのがね、よくわかりました。だから日本人は大河ドラマが大事だったりするんです。ドラマ枠じゃないですか。他の民放でも日曜夜8時って。なんかね、日本人にとってはそういうこう、大河っていう文化とか歴史とかがドラマになってるっていうのが大事なんですが、イギリス人は庭とか園芸っていうのが大事やねんなっていうのがね、そういうテレビ番組でも分かったりします。